こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は1日5分でできる今あるものの見直し習慣15選をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。家の中に物が多すぎて、片付けてもまたすぐに散らかるとお悩みのお宅は非常に多いです。ですが、日々の家事や仕事などに追われて、なかなか片付けにまとまった時間を確保できない方がほとんどです。そこで今回の動画では、1日5分からできる今家にあるもののプチ見直し習慣を場所別に15個ご紹介します。ぜひすぐにできそうだと思ったものから実践してみてください。まずはキッチンの1日5分でできるプチ見直しからご紹介します。まず一つ目は、冷蔵庫内の食品や調味料です。特に調味料は気づいたら賞味期限が切れていたということが起こりやすいものです。また、冷凍庫の中も奥の方に埋もれていた食品が実は賞味期限切れだったという場合が多いです。冷蔵庫は長時間開けっぱなしにできないため、逆に短時間でのプチ見直しに向いている箇所です。例えば、今日は冷蔵室のドアポケット1箇所。今日は冷凍庫などとスペースを区切って、処分が必要なものや早く消費しておきたいものがないか確認しましょう。続いて2つ目は、ストック食材です。レトルトや缶詰、乾物などのストック品は奥にしまい込んだまま存在を忘れていたというものが出てきやすい場所です。また、普段食べないいただき物のお菓子やお茶なども気づけば賞味期限が切れていたということが少なくありません。食品ストックは量が多くなりがちなので、全部一気にではなく、引き出し1箇所や、ボックス1つ、棚1段など、スペースを区切って見直すのがおすすめです。賞味期限が切れているものは思い切って処分したり、賞味期限が近いものは期限間近ボックスを使って意識的に早めに消費するのがおすすめです。続いて3つ目は、使い捨てのカトラリーです。普段使うカトラリーが入っている引き出しの中に使い捨てのカトラリーが混在してごちゃついてしまうお宅は少なくありません。また割り箸などはお弁当やレジャーで使う場面も多いですが、デザート用の小さいスプーンやフォークは取っておいても結局使わないことも多いため、潔く手放しましょう。使う場面が多いものであってもこんなに量が必要ないという場合は、どのくらいストックがあれば足りそうかというのを考えながら必要な量だけに厳選しましょう。続いては保存容器です。保存容器は用途ごとにいろんな種類を揃えていたら気づいたら量が増えすぎてしまったというお宅も多いです。またいつの間にか蓋と容器がちゃんとペアにならないものが出てきてしまうことも少なくありません。そのため量が多い場合はサイズごとに少しずつでもいいので、一度今ある保存容器を出してみて、蓋と本体のペアを確認してペアにならないものは処分したり、ほとんど使っていないものや傷み、変色が目立つものは思い切って手放しましょう。続いては収納棚やクローゼット、玄関のプチ見直しです。まずは靴下やインナー類です。靴下はよく見ると片方がどこかに行ってしまって見当たらないものや、つま先に穴が開いてしまっているもの、ゴムの部分がほつれていたりするものや、毛玉がひどいものがあったりします。履けないものが混在していると普段履く靴下が探しにくくなってしまうので、思い切って処分しましょう。また、インナーもよく見るとほつれたり破れたりしているものがあったりします。クローゼット全部の見直しは大変ですが、靴下やインナー類は比較的短時間で見直しやすいアイテムです。今日は靴下だけ、今日はインナーだけというように少しずつ区切って、もう着ていないものや着られないものがないかチェックしましょう。続いては、玄関の靴です。下駄箱の中にはほとんど履く機会がないものの、なんとなく取ってある靴が眠っていることがよくあります。また、すでにサイズアウトしているお子さんの靴も混ざっていたり、お気に入りで履いている靴もよく見るとかかとがすり減っていたり、気づかないうちに傷んでいることもあります。
下駄箱も一気に見直そうとすると意外と時間がかかりますが、1段ずつであれば5分もあれば見直せます。今日は1段目、明日は2段目と区切ってチェックして、1年以上履いていない靴や傷みが目立つ靴から手放していきましょう。続いては、紙袋やレジ袋です。紙袋は買い物でもらったものをいつか使うかもと取っておくうちに気がつくとすごい量になってしまっていることがよくあります。また、レジ袋もゴミ袋として使うから捨てるのはもったいないと溜め込んだ結果、いつの間にか大量になってしまっているお宅が少なくありません。紙袋は例えばかさばるものを持ち運ぶために使う大きめサイズと、人に物をあげるときなどに使う小さめサイズというようにサイズ別に用途を考えながら、それぞれ紙袋1袋分までを上限に残して、残りは潔く処分するといった形で整理するのがおすすめです。同じようにレジ袋やポリ袋もサイズごとに収納場所を決めて、ここに入る分だけと量の上限を決めて増やしすぎないようにしましょう。今日は小さめの紙袋を整理する。今日はレジ袋を整理するというように区切りながら溜め込んだ袋類も少しずつ整理していきましょう。続いては防災備蓄品です。非常用の食品や水は期限が長いものが多いため、まだ大丈夫だろうと油断していたらいつの間にか賞味期限が切れていたということがよく起こります。また、備蓄していた電池なども気づいたら液漏れしていて使えなくなっていたというケースもあります。防災備蓄は防災の日がある9月、東日本大震災のあった3月などに見直すという方法もありますが、忙しくてつい忘れてしまうという方は、気づいた時に今日は電池やバッテリーだけと種類を絞って5分点検して、期限が近い水や食品は早めに消費しましょう。ここからはリビング周りのプチ見直しをご紹介します。まずはペン類です。お客様のお宅でも様々な種類のペン類が大量にストックされているのをよくお見受けします。ですがよく見てみるともう書けなくなったペンが混在していたり、あまり使う機会がないシャーペンを何本も持っていたり、ボールペンも結局よく使うものは気に入った種類のものばかりだったりします。文具はたくさんあるお宅でもペン類だけあれば短時間で見直せるので、種類別に分けてみて使わないペンは処分しましょう。続いてはケーブル類です。ケーブル類は家電やガジェット類を買うとついてくることが多いため、気づくと大量に貯めてしまっていることがあります。ケーブルは USB-C やミニ USB など種類ごとに分けられるため、あまり使わない種類のケーブルが何本もある場合は本数を絞りましょう。用途が不明なものは取っておいても結局使われないことが多いため、ご家族に聞いてもわからないものは思い切って処分しましょう。続いては取扱説明書です。取扱説明書も家電や家具などを買うとついてくるため、気づくと増えていることが多いです。ですが、よく見るともうすでに処分してしまって使っていないものの説明書だけが残ってしまっている場合もあります。また、最近はほとんどの家電の説明書はネットでも見ることができたり、チャット GPT などの AI に調べたい家電の機種と困っている症状を入力すれば、説明書がなくても操作方法を教えてもらえます。一度ざっと見直してみて、これはなくても大丈夫そうという説明書があれば、思い切って処分しましょう。続いては、処方薬です。病院に行く機会が多いお宅の場合、受診のたびにもらう処方薬が溜まってしまって溢れてしまうことがよくあります。念のためのストックとして貯めておくと、どんどん収納が圧迫されてしまいます。ストックがたくさんあっても、結局また受診した時に処方されることが多いため、今使っている薬以外は、どうしてもすぐに受診できない時用に最低限だけ残すようにするのがおすすめです。たくさんある場合、まずは一別に分けながら手持ちの量を把握して、同じ家族用の薬の中で解熱剤などの飲み薬で用途が被っている場合は、一番新しいものだけ残して古いものは処分しましょう。最後は洗面所周りのプチ見直しをご紹介します。まずは化粧品類です。
今はあまり使っていないリップやアイシャドウなどがメイクポーチの中に埋もれてごちゃごちゃになっているという方は結構多いです。また、いつもらったか忘れてしまった試供品やアメニティなどが溜まってしまっているという方も少なくありません。化粧品は肌に触れるものなので、古くなってしまったものを使うのはできるだけ避けた方が望ましいです。そのため、メイクやスキンケアのついでに中身をチェックして、使っていないものや古くなったものはこまめに手放しましょう。続いては、掃除用品や洗剤類です。掃除のやる気を出すために、掃除道具や洗剤をたくさん買い込んでしまったものの、結局使わずにしまい込んでしまっているというお宅は実はとても多いです。直近1年以内に使わなかった掃除用品は、大掃除でも使わなかったものなので、今後も使わない可能性が高いです。普段の掃除のついでに洗面所もチェックして、使っていない掃除用品があったら思い切って手放しましょう。そして最後は、ヘアゴムや髪留めです。ヘアゴムはよく見ると切れていたり、伸びてしまって使いづらいものが混ざっていたり、髪飾りも髪を切ってしまって、今は使う機会がほとんどないものが残ってしまっていることがあります。これも洗面所に行ったついでに短時間でさっとチェックできるものなので、使えなくなったものや今はほとんど使っていないものがあったら潔く処分しましょう。いかがでしたか？これならできそうと思ったものがあった方は、ぜひ小さく実践してみてください。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。